服部半蔵正成のその後。どうする家康に学ぶ日本史。本当は忍びが苦手な鬼半蔵。服部半蔵正成は徳川家康の天下取りのために諜報活動を行う伊賀同心の棟梁として陰で幕府を支えた。服部正成の生涯を詳しく見ていこう。服部正成は1542年天文11年、徳川家康の祖父増平清康と父の広忠の家臣服部康長の子として生まれている。服部氏は平家の末裔ともまた渡来人の子孫だとも言われ、伊賀の国の服部郷を本拠地とした。また服部氏は千賀地、桃地、藤林の三家に分かれていた。安長は千賀地の出身だが、安長の代から再び服部と名乗ったが、半蔵は代々の当主が名乗る通称であった。服部康長は室町幕府末期の第12代将軍足利義晴に仕えていたが、幕府は廃れて給金ももらえず困窮していた。その頃にたまたま上洛していた松平清康が安長の窮状を知り、安長と配下100名を三河へ連れ帰って家臣とした。服部康長は伊賀忍者の棟梁として松平清康と広忠に仕えたのである。当時の忍者や忍びの者はすっぱともラッパとも呼ばれていたが、すっぱ抜くとは抜き打ちで騙すというような意味であった。戦国時代はある意味熾烈な情報戦で、戦国大名にとって忍びを召し抱えなければどれだけ戦上手であっても勝利は望めなかった。敵の足取りや情報が全くなければ敵に対して攻撃や謀略を仕掛けることもできない。そのため戦国大名は競って忍びの者を召し抱え諜報活動を行ったのである。服部康長の子服部正成も幼少から徳川家康に仕えたが、正成は家康の5歳年下であった。服部正成は1562年永禄5年16歳の初陣で家康と共に上野郷の宇土の長照を攻撃した。宇土の長照は今川義元の妹の子で、今川氏真とはいとこ同士であった。敵が要害のために苦戦する家康に正成は忍びを使って攻略することを検索して採用されている。正成は伊賀と甲賀の忍び百数十人を敵の城に忍び込ませて放火させ、敵が混乱している間に味方に城を攻めさせた。この戦いで宇土の長照は討ち取られている。初陣で功名を立てた正成に徳川家康は槍を与えている。息子の活躍を知った父安長は正成に、忍びはわし一代にとどめ、お前は槍働きでご奉公せよと告げた。以後正成は武将として立身出世することを誓ったと言われている。それ以後正成は忍びの修行をしなかったために忍びがあまり得意ではなかったようである。服部正成は家康に従って三河一向一揆、遠州掛川城攻め、三方ヶ原の戦いにも参戦して活躍している。
そして槍の半蔵の異名を持つ渡辺半蔵と並んで鬼の半蔵と呼ばれた。そのため家康は三方ヶ原の戦いの後、正成に伊賀者150名をつけて棟梁とした。槍働きで武将として大名を目指していた正成だが、家康は忍びの頭目としての働きを正成に期待したのである。徳川家康は武田との熾烈な戦いを繰り広げたが、正成は1573年天正3年に武田信玄が信州駒場の陣中で病没したとき、行き詰まる諜報戦を展開した。正成は家康の正室築山殿と長男信康が武田勝頼に内通したと言われた事件でも活躍している。築山殿に医者として近づいた武田方の密偵竹庵を家康の命令で正成は殺害した。さらに正成は松平信康の切腹にも介錯として立ち会ったが、親しい信康をどうしても切ることができず、天方道綱に交代してもらっている。後に家康は正成に叱責することはなかったが、信康を切った道綱には辛く当たったという。やはり家康も人の親として自分が命令したとはいえ我が子を切った人間は不快に思ったようである。服部正成がその本領を最大に発揮したのが家康の三大危機の一つ伊賀越えの時である。1582年天正10年6月2日、織田信長が本能寺で明智光秀に討たれた時、家康は友の者30人余りと堺を観光で訪れていた。商人の茶屋四郎次郎と先発の本田忠勝が京都での凶変を家康に知らせた。家康は家臣たちと協議した結果、伊賀越えで帰国することを決定する。そこで正成が先発して甲賀軍信楽の有力者多羅尾光俊を訪ねて援助を請うた。実は前年に信長が伊賀攻めを実施した時、正成は甲賀をかばったため甲賀に被害が及ばず、光俊は正成に恩義があったのである。甲賀の実力者多羅尾光俊の全面的な支援を受けることができたため、家康一行は鈴鹿山系を無事に通過して、最後には300名の忍びの者に見送られ帰国できたという。織田信長は自らが忍びに命を狙われた経験から、忍びの者を嫌い徹底して弾圧した。ところが家康はこの伊賀越えで忍術組織の進化を認識して、その後に忍びの者を積極的に家臣としていく。家康は関東に移封されると、服部正成を8000石の旗本に取り上げ、伊賀同心200人を支配させた。伊賀出身者としては異例の出世だが、正成が1万石以上の大名になれなかった理由は、やはり忍びが陰で活躍する存在だったからなのかもしれない。正成は家康に従って朝鮮の駅にも伊賀同心と参陣している。家康は正成に豊臣貴下の大名や将校の実態や様子を詳細に調べさせた。この頃からすでに徳川家康は豊臣秀吉亡き後に必ず大戦が起こることを
想定していたのかもしれない。朝鮮の役が休戦となって江戸に戻った服部半蔵正成は1597年慶長元年麹町の江戸邸で病没した。55歳であった。後を継いだ嫡男正成は伊賀同心たちと衝突することが多く、お家騒動にまで発展したために服部家は取り潰しとなっている。